え、私が作ったあの最初のアレンジ曲。うん。あれを聴いていたら、新しい曲のイメージがどんどん湧いてきて、いても立ってもいられなくて、その日のうちに一曲作ったんだ。そうだったんだ。へえ。それが二人の出会いだったんだ。最初から心のどこかでなんとなく、ああ、みんな同類だって思ってたけど、あの頃からずっと、奏も真冬も相当辛かったんだろうな。そういえば、その曲をアップする前に意識なくして倒れちゃったんだよね。やっぱり、聞いてる感じ、健康にも相当悪い生活を送って、その日、たまたまおばあちゃんに頼まれた家事代行センターの人たちが家に来てて、倒れてた私を見つけてくれて。ストップストップ！何か気になるところあった？むしろ気になるところしかないよ。そうだよ、ケイ。だって今、意識を失って倒れたって。ああ、うん。気づいたら病院だった。じゃないよ。カップ麺ばかり食べてるって言ってたから、いつか倒れるんじゃって思ってたけど、まさか前科があったなんて。ほとんど断食みたいな生活してたんだね。今はちゃんと気をつけてるよ。カップ麺ばかりじゃ偏るから、栄養ドリンク飲んだり、完全栄養食品とか食べるようにしてるし。それにお手伝いさんが掃除もして、美味しいご飯も作ってくれるから、すごく助かってる。お手伝いさんとも、その頃にはもう会ってたんだね。うん。ちょうど職場体験に来てたみたい。それで倒れてる私を見つけてくれて。その人が K のこと助けてくれたんだ。そう。それでおばあちゃんが、これも何かの縁だからって。そういえばその子、ユキと同じ学校の子じゃなかったっけ？そうだよ。あれ？そうだったっけ？覚えてないの？部活でよく話す同級生がいるんだけど、その子の知り合いが家事代行をしてるって話をしてて。へえ、あんた学校で話す相手なんているんだ。どんな子なの？さあ、日の森しずくって言って有名なアイドルみたいだけど、私はよく知らない。それで、待って待って、日の森しずくってチアフルデイズのセンターだった脱退しちゃった子でしょ？真冬と同じ学校だったんだ。いいなぁ。あの時か。じゃあユキはその頃からお手伝いさんのことを知ってたんだね。うん。日の森さんがたまに話してくれてたから、名前だけは。でも今はその子とバンドやってることも知り合いになったんだよね。あれもお手伝いさん。望月さんが提案してくれたから会って話せたんだ。本当に優しくて思いやりもあってしっかりした子なんだ。そっか。僕もその子と会ってみたいな。でさ、ちゃんとお願いするんだ。何を？もちろん、うちの奏をよろしくお願いしますって。何それ？だって K がちゃんとしたご飯食べられてるのはその人のおかげだからさ。話だいぶ脱線させちゃったね。さっきの K とユキの出会いの話の続き聞かせてよ。そうそう。倒れた後どうなっちゃったの？一応検査とかして、でも異常なかったから点滴だけ受けて帰ったよ。
それだけ？うん。それで家に帰った後は